今回は赤のカラーを主役にお正月でも楽しんでいけるデザインをご紹介していきたいと思います。クリア感のある赤で奥行きを出していくやり方も含めご紹介しています。それでは早速カラージェル作っていきます。今回は100均のカラージェルレッド、ブラック、ブラウンを使っていきます。クリアレッドの濃淡、奥行きを楽しんでいきますので、今回はですねこのレッドのカラーにクリアジェルを混ぜてクリア感のカラーを作っていきます。使っていくクリアジェルは私のおなじみメルティのクリアジェルを使っていきます。だいたい赤のジェルがですね2に対してクリアジェルも同じ量2ぐらいですね混ぜていってください。赤は赤でも種類によっては暗い赤から明るいカラーといろいろあると思いますので、この100均の赤はですねちょっと深みのある赤だったのでそのままクリアジェルと混ぜていったんですけれども、もし明るめの赤の場合はですねそこに少し黒とかを足してあげると深みのある感じに仕上がってくると思います。クリアジェルと混ぜてクリア感を出していくと少し明るめのですね赤に仕上がってくる分ですね少し深めの赤を使っていくといいです。では続いてです。今回クリアの赤でですね濃淡を出していきますので、赤の濃い部分を表現していくのをですね深い赤を使うのではなく黒とブラウンを混ぜて焦げ茶のカラーで使っていきたいと思います。濃い赤と薄い赤の2色で楽しんでいただくのもいいんですけれども、それを濃い赤ではなく焦げ茶にしていくことによって奥行き感がですね半端なくなってきますので、焦げ茶を使っていきます。これちょっとしたポイントです。続いてそのクリアレッドのこの濃淡の中にですねラメホロを入れ込んでちょっとキラキラ感もですね楽しんでいきますので、ノベルのスフィンクスグリッターをですね使っていきたいと思います。これもクリアジェルと混ぜておいてください。ジェルの中に入れ込んでいくグリッターになるので結構輝きが強いもの、そしてちょっと濃いめのものをですね使っていくといいと思います。そして今回の私のノベルのようにですねホローミックスのものを使っていただいていいんですが、必ず大中小といろいろ混じっていると思いますので、大きいもの小さいもの中くらいのものですね全てが入るように混ぜてあげてください。はい、こんな感じで準備完了です。では早速やっていきたいと思います。今回も中指をメインにしていきます。そしてやっていく順番として赤を塗っていくのではなく、この先ほど作った焦げ茶を先に塗っていきます。インパクトのフラットアートブラシを使っていただいて焦げ茶をですねもう大胆に爪の真ん中にボンと置いていってください。ちょっと最初色合いを確かめるために最初はちょっと控えめにやったんですけれども、分かっている場合はですねもう大胆にのせてください。そしてこの赤いラインの枠の中に入るような感じでですねこの焦げ茶を入れ込んでいきます。でまずはこんな風に入れていただいたら筆に残っているカラージェルを拭い取っていただいて、焦げ茶とクリアの境目をですねこのように筆を縦に当てながらぼかしていきます。トントントンと動かしていくと自然に馴染んでくると思います。これも100均のカラージェルもともと柔らかい感じのカラーなので、それにクリアを足すことによってさらにですね柔らかくなっているので、筆を横向きに縦向きにですねしていただいてトントンと動かしていただくと自然にですねボケてくると思います。ただこの力加減をですね強くトントンとやるとどうしてもそこに筋ができてしまうので、上の表面だけをですね優しくトントンとやるようなイメージでぼかしていってください。でこういったぼかしを入れるときはですね近くで見ているとどうしても目がおかしくなってしまいますので、遠目で見ながらどれくらいのボケ加減になったのかというのをチェックしながらやっていくといいと思います。で一度硬化していきます。では続いて先ほどですね混ぜておいたノベルのスフィンクスグリッターですね、これを今のせた焦げ茶のところにですねのせていきます。でこの時筆に取っていただく時ですねできるだけこの一番大きいホロが入るように筆に取ってください。でまずはこの焦げ茶の中心に置いていくんですけれども、焦げ茶の部分と少しこのクリアの部分にもかかるように散りばめていくんですけれども、これ散りばめていく時のポイントとして先ほど一番大きいホログラムを筆に取っていただいたと思うんですが、だいたいこのホログラムがですねこんな割合でこの斜めラインになるような感じでですね散りばめていただくとバランスよくやっていけると思います。もう少し爪が長い方に関しては3箇所ぐらいですねバランスよくこの大きいホロがですね散りばるような感じで、あとは細かいものというような感じで散らしていくと綺麗にバランスよく散りばめていけると思います。では続いてです。やっとここからクリアレッドが登場です。先ほど作っておいたクリアジェルとレッドを混ぜたカラーですね、フラット筆に取っていただいて全体に塗っていくようにですねまずは伸ばしながら塗っていきます。
まずは全体的にですねこのクリアレッドを通常通りのせていきます。クリアを混ぜて作ったカラーに関してはクリアが強ければ強いほどどうしてもこの根元とかサイドのところですねしっかりとギリギリまでラインを持っていったとしてもやっぱりちょっと縮みやすかったりとかしますので、それだけですね気をつけながらしっかりと根元サイドのラインを作っていってください。なのでこれ2回に分けていただいてもいいんですけれども、ちょっと私はですね1回でやってしまいます。でまず全体的にこんな風に塗っていただいたら、あとはですねこの焦げ茶のこの周りのところの赤をですね少し濃くするようなイメージ、そしてこの真ん中の焦げ茶のところを少し最後にですね拭うような感じでやっていただくとラメがですねいい感じに薄さで光って輝いてくると思います。単純に全体に塗るだけでなく、この中心の部分に関しては少し薄めに、周りはちょっと濃いめにというような感じで赤を塗っていただくといいです。ではこんな感じで一旦トップジェルでコーティングしていきます。綺麗に光のラインが通るようにコーティングしていくんですが、コツとしてはできるだけハケにですねたっぷりジェルを取っていただいて、そのたっぷりのジェルをですね通常通り真ん中サイドという風に塗っていただいてから拭うような感じで塗っていただくと、またハケにですね玉ができると思いますので、その玉を爪先から根元にというこんな感じで動かしていただくと光のライン通りやすくなってきます。ただですねそれでもなかなかちょっと光のライン出ない場合はこんな風にですね爪を下向きにしていただくと表面張力の力で光のライン通ってくると思います。では効果が終わったら未効果ジェル拭き取っていただいて形を整えていきます。この形の整えに関してもですね必ず私毎回ファイルを通していくんですけれども、サイドのラインやっぱり目に見えないデコボコがありますので、そういったのをですねファイルを入れてあげることによって綺麗にこうシュッと整ってきますので、形の整えを大事にしていただくといいと思います。では続いてですね私のお気に入りミラーセットですね、これを使ってちょっとまたミラーライン入れ込んでいきたいと思います。ここから少しですねちょっとお正月でも楽しんでいけるようにと思ってミラーラインを使っていくんですけれども、またこの色ジェルのライナー筆を使ってお正月の水引きみたいなイメージでですね作っていきたいと思います。またこのライナー筆にこれくらいの塊でアイシングジェル取っていただいたらラインを入れ込んでいきます。ちょっと水引きをイメージしていきますので、円を半円ですかねを描くような感じでラインを入れていただいて、それを重ねて描いていきます。ただこのラインを1本描いていただいてもう1本重ねて描いていくときにどうしてもこのアイシングジェルとジェルがですね重なるとそこの部分がジュワーっとなってしまいますので、1本ずつ硬化してミラーをやってという風に繰り返していくといいです。ですので一旦こんな感じで硬化していきます。では登場しましたこのミラースティックを使っていきます。使っていくからこの TR の05というゴールドを使っていくんですけれども、これ私4種類カラーを買ったのでいろいろ試してみたいんですけれども、どうしてもこのゴールドが気に入っていてこればかり使っているんですけれども、またですね違う色も試していきたいと思います。でこすっていくポイントとしては必ずこのラインに対して真上からですねスティックを上からこすりつけていくと下の部分にですねミラーがつかずにやっていけますので、真上からやっていくようにしてください。で同じようにですねラインを重ねていきます。さっきはちょっと受けるような感じのラインにしていったので、今度は反対向きになるような感じで引いていただいたりとか、ちょっと水引きをイメージしながらラインつけていただくといいかなと思います。私の爪の大きさ長さでですねだいたい3本ぐらい引いていくといいと思います。でもちろん爪が短かったりとか小さい方に関してはですね2本とかにしていただくといいかなと思います。これだけでも十分素敵だと思います。毎年私のお客様でお花をちょっと趣味でですね作って見える方がいるんですけれども、その方に本当に毎年ですねしめ縄をお願いしていて、もう完全にお客様任せでもう本当に色からデザインからですねもう本当にイメージで作ってもらうんですけれども、去年はかっこいいパープルの感じのしめ縄だったんですが、今年もちょっとお願いをしていてちょっとどんな感じになるのかすごく楽しみです。こんな風にやっぱりデザインとかってネイルでもそうだと思うんですけれども、お任せにすればするほど楽しみも倍になって、自分で考えてデザインよりさらになんかちょっと楽しみで嬉しくなったりしますよね。
本当にそう思うと、私もデザインですね、結構お客様にお任せされるんですけれども、そんな感じで自分に置き換えてデザイン楽しめたらいいなと思いました。はい、こんな感じでですね、ラインできたらちょうどラインが重なっている真ん中のあたりにですね、少し飾りをつけていきたいと思います。パールブリオンとゴールドのブリオンですねをちょっと重ねて入れ込んでいきたいと思います。パールとゴールドが入るだけでよりお正月っぽくなって、本当に水引きみたいなデザインになったと思います。はい、ではこんな感じで最後ですね、ノーマイプのトップジェルでしっかりとコーティングしていきたいと思います。そして今回のようにですね、最後にこんなミラーラインとかを入れた場合ですね、この凹凸がすごく特徴的なものだと思うので、ここでたっぷりかぶせすぎてしまうとせっかくの凹凸感なくなってしまうので、そのラインに沿ってですね、拭うような感じでトップジェル塗っていただくといいと思います。はい、こんな感じで完成です。いいねと思ったらいいねボタンお願いします。そしてぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。クリアレッドの濃淡を使って、そしてですね真ん中にラメホロを入れ込んだちょっと奥行きを楽しんだデザインに仕上げてみました。ミラーラインを入れて水引きのイメージでお正月っぽくも仕上がっていると思います。ぜひ一度やってみてください。はい、ということでいかがだったでしょうか。奥行きのある赤にキラキラ感も映え、そしてミラーデザインもですね素敵に仕上がっていると思います。ぜひやってみてください。続いて我が家のちょっとした出来事です。先日おてんばした娘の幼稚園で一緒の女の子だけの8人グループがあるんですけれども、幼稚園の前に行っていた託児所で一緒だった8人なんですけれども、託児所の頃から人数はそんなに多くないところなんですが、このちょうどおてんばした娘の学年が珍しく女の子が多いという年だったみたいで、確か男の子が2人ぐらいしかいなくて、あとはこの8人女の子だったので、託児所の頃から先生方も本当にこの学年のこの女の子たちはみんな仲がいいんですというふうにおっしゃっていたので、これも何かのご縁だと思い、今でも幼稚園で仲良くさせていただいています。幼稚園のクラスはバラバラなんですけれども、こんな風にみんなで集まりましょうという風にお声をかけていただけたので、今回もですねちょっとしたクリスマス会に参加してきました。本当にこんな風に女の子ばかりが集まると、とにかくうるさい私たちお母さんたちはですね全然声が聞こえないねなんて言いながら、もう子供たちがもうすごくはしゃいでいました。そしてやっぱり女の子みんなでドレスを持ち寄って、いろんなドレス、プリンセスのドレスを着たりとかして遊んでいました。家ではですねなかなかこんな風におてんばした娘がいろんな同じ子たちとですね遊ぶ姿って見ないんですけれども、本当に我が家ではおてんばした娘なので、どんな感じかなと思ったら、ちゃんとみんなで譲り合ったりとか、それなりに楽しんでいました。我が家のちび息子にいつもずるいずるいと怒っていて、もう本当に自分優先なんですけれども、そんな感じなのかなと思いきや、意外に意外、そんなこともなく、おてんばした娘のまた違う一面を見せてもらいました。そして私自身もおてんばした娘は3番目の女の子なんですけれども、上2人の時は正直仕事を優先で私頑張っていたこともあって、ママ友との付き合いって本当に一切なかったんですが、それはそれで楽だからいいやと思っていたんですが、こんな風に3番目にして初めてママ友とですねいろいろお話をしたりとかして、いろんな情報交換もできてすごく良かったです。今までお客さんにいろいろ聞く中で、深くなりすぎると良くないよとも聞くんですけれども、やっぱりこういった程よい関係が一番いいのかもしれないですよね。何よりも子どもたちがいっぱい遊んで楽しめたのが本当に良かったです。またコロナが落ち着いてこういった機会が持てるといいなと思いました。以上、我が家のちょっとした出来事でした。それでは今回も最後までお付き合いありがとうございました。